一宮市出身、元朝の若の若松巡業副部長の後輩にあたる高砂部屋所属幕内朝乃山、実演は床山の徳武でございます。ただいまご覧いただいているのは癖直しと申しまして、大銀杏を言うにあたって何よりもこの癖直しを入念に行いませんと後で鬢がきれいに出ません。髪の毛は生きておりますので、どんな人の髪の毛にも癖があります。その癖を抑えてまっすぐにするために、髪の毛に少々水をつけ、よく揉んで一時的に柔らかくほぐし、まっすぐな髪の毛に直します。それを髪の毛にまんべんなくつけてほつれ毛をなくすようにしております。お相撲さんは普段頭の上にちょこっと曲げていうちょんまげですが、重量以上の関取になりますと、土俵入りや取組の時には大銀杏で土俵に上がります。すき油をつけた紙に粗串をかけます。今度はすき串で丁寧に髪をすいております。このすき串をかけますと髪の毛にツヤが出て、髪はカラスの濡れ場色というようなツヤのある色になります。力士の曲げを言う人を床山と言います。床山さんになりまして、ちょんまげを言うのに2年から3年、この大銀杏を言えるようになるには5年から10年はかかると言われております。まだ床山さんもこの大銀杏が立派に言えるようになりますと一人前と言われております。次に揃い節を使って根揃いをします。この根揃いは大銀杏の中心点を決める大事な串掛けでございまして、大銀杏を言う髪の長さは約40センチから45センチがいいと言われております。床山さんの手元の白い紐がご覧いただけますでしょうか。これは元結といって、昔はご婦人の日本髪によく使われておりました。元結は紙でできておりますが、大変丈夫な紐で手で引っ張っても決して切れませんが、立ち合いの激しいあたりでたまに切れることもあります。この元結は1日に2000本から3000本ほど使われており、1年間では約80万本ほど使われております。曲げの真ん中を持ち、髪を少し下ろして曲げ棒で左右の鬢を出します。床山さんは各関取の頭の大きさ、顔の形、髪の癖とつむじに合わせてその人に合った大銀杏を結い上げます。現在相撲協会には床山さんが約50名おり、力士は序の口から横綱まで約600名おります。その力士が毎日稽古上がりに床山さんに髪を結ってもらいます。曲げとなるところに櫛をかけ平らにします。ここで先縛りで仮止めをいたします。平らになったところに曲げ棒を横にして使い、曲げを前に倒し、元結で上の髪を留めます。揃え節で曲げをまとめ、ちょんまげのはけ先を握りばさみできれいに切り揃えます。これはプラスチックなどの櫛ですと、すき油をつけた髪の毛には10センチもすくことができません。ですから床山さんはこの柘植の櫛を非常に大切に扱います。この頃は柘植の櫛をご家庭ではあまり見かけなくなりましたが、大変高価なもので、
1本5万円もするそうでございます。床山さんが先ほどから細長い棒のようなものを使っておりますが、これは曲げ棒と申しまして、形は千枚同士によく似ておりますが、畳針を改造して鉄より硬い材質でできており、床山さんが各自工夫して自分に合う長さにした手作りの曲げ棒です。この大イチョウをいうのに約20分くらいかかりますが、この間関取衆は支度部屋で精神集中の一時を過ごしております。力士が曲げを言うのは、髪を締め上げることによって全身の力を統一することにあります。また土俵の下に落ちた時に頭を保護するためにもなります。曲げの先端を手のひらと曲げ棒だけで丸い形に整えていきます。大きく開いたミット、曲げの根元、それにハケ先の3つがイチョウの葉によく似ているところから、この曲げが大イチョウと名付けられました。ご覧ください。立派な大イチョウが出来上がりました。モデルは幕内朝乃山、実演は床山の床竹でございました。以上、大イチョウが出来上がるまでをご覧いただきました。